個人での活動も目覚ましい BTS ですが、やはり7人揃っての活動を心待ちにしているアーミーは多いのではないでしょうか。2022年でデビュー9年目となり、メンバーという垣根を越えて家族のような関係の BTS。ジンの兵役の見送りにも全員が揃い、本当の家族のように結ばれている関係だということがわかりますね。そんな仲がいい7人ですが、実はお互いに不満を抱えていた時があったのをご存知ですか？不満といっても、些細な可愛らしいものですが、実は本人は深刻だったのかも。メンバーそれぞれの不満エピソードをご紹介します。実は深刻な不満だったのか？それとも、面白おかしく受け止めているのか？一緒に探ってみましょう。シュガ、ジミン。2021年2月の YouTube チャンネル、バンタンテレビで、ジミンに対するシュガの不満が明らかになりました。公開された Be Behindストーリーは、メンバーの一人がインタビュアーとなって、他のメンバーと音楽について語るというものでした。シュガがインタビューをしたメンバーはテテのミックステープの話題から始まり、アルバム B、楽曲ブルー&グレーの制作秘話など、当時の楽曲について、2人が穏やかな雰囲気の中で語り合いました。Fly to My Room 制作時のエピソードを語る場面では、シュガの不満が飛び出します。曲中のラップパートがジミンには低すぎて、メンバーそれぞれのキーを調整する場面があったのだとか。ジミンに合わせるために、キーを上げざるを得ない状況になったのでしょうね。ジミンやジンの高音は、美しくてとっても魅力的ですが、低音ラップを操るシュガとは、確かにキーが違うのかも。シュガが高音で歌うのが苦手なのは、アーミーもご存知の通りですよね。収録曲、テレパシーも、キーがだいぶ上がった、というシュガに、テテが、ジミンさんに、ビデオレターをどうぞと投げかけます。すると、シュガは、ジミンさんのキーが高すぎるのが問題だから、反省してくださいと笑いながら言いました。アーミーのために、いいものを届けたい、という思いから、シュガのこのような悩みが湧き出てくるのでしょうか。でも、笑いながら冗談っぽく言っているので、きっと満足する楽曲が出来上がったのでしょうね。ジョングク、RM。意外にも、末っ子ジョングクからリーダー RM への、ささやかな不満を感じる時期があったようです。それは、デビューしてから数年間、宿舎に住んでいた頃のこと。スターになった今では、それぞれの自宅に暮らしている BTS ですが、7人で暮らしていた時期もあれば、2人や3人で住んでいたこともあります。2015年、7人で暮らしていた最初の2部屋のアパートから、メセナポリスという複合施設の居住スペースに引っ越しをすることになり、そこで、テテと RM が同室になります。フェスタ2015の見えるラジオというコンセプトの放送の中で、DJ のシュガを中心に、ルームメイトの話題になります。ルームメイトは好きだけど、他の部屋が羨ましい時があるというシュガの質問に、身に覚えがある人は、目を閉じて手を挙げなければなりません。すると、ジョングクがそっと手を挙げます。そして、匿名のはずなのに、ジョングクが RM に不満があることがバレてしまいました。RM のおかげで毎日音楽が聴けると、RM を褒める発言をするジョングクですが、J-HOPE に床に服が散らばってるのはいいの？と聞かれ、ジョングクは正直に日々物が増えていくんです。と告白しました。RM に対する不満がついつい出てしまったジョングクがとっても可愛い瞬間でした。整理する時間がないのと部屋が狭いからという RM の理由も当時は仕方がなかったのかもしれませんね。RM は楽曲制作などで忙しかったでしょうし、当時の部屋は他のメンバーの部屋に比べて狭かったのだそうです。
およそ2年ごとに引っ越しをしている BTS ですが、この次の引っ越し先では、ジョングクは一人部屋になったようですね。テテ、ジミン。同い年で、兄弟のように仲の良い親友のテテとジミンですが、近い存在だからこそ不満が起こることもあるかもしれませんね。スーパージュニアのラジオ番組へ7人揃って出演した際、テテがジミンへの不満を明かしました。踊りが上手いからって自慢したらダメだぞ。と、ジミンに不満があることを告白します。テテがジミンに不満を覚えたのはダンス練習の時。ジミンの視線を感じ、ジミンが僕を見ながら踊ってる。と思うテテ。すると、ジミンが途中で踊るのをやめてしまうのだとか。なぜやめてしまうのかと、ダンスの先生がジミンに聞くと、テテが間違えている。と言ったそうです。反対に、ジミンに見られていることがストレスだというテテ。ダンスを間違えていないのに、ジミンにそう言われてしまうのは、テテには不満だったのかもしれませんね。ジミンの言い分はというと、テテが目立ちたがり屋だから、ダンスがとても目立ってしまうのだそうです。普通の振り付けでも、テテが踊ると間違っているように見えたのでしょうか。RM も、テテのダンスがきらびやかなんです。と付け足します。BTS のダンスは、シンクロしていて、それがとってもかっこいいのですが、ARMY は、ご存知の通り、実は、メンバーそれぞれの個性が出ているのも魅力です。テテのダンスは、表情豊かだったり時には余裕を見せたりと、テテらしさ満点のオリジナリティが感じられるダンスですよね。自分の魅力を十分に理解していて、見せ方を知っているからそのパフォーマンスなのでしょう。BTS のダンスは、十分シンクロしていて美しいのに、もっと揃えようというジミンのプロ意識の高さなのでしょうか。ささやかなようで深いテテとジミンの不満でしたが、家族のような親友同士だからこそ、不満も言い合える関係が素晴らしいですね。テテ、ジン。こちらも、仲良し兄弟のテテとジンですが、他メンバーの可愛らしい不満とは違う、真剣に取り組む姿勢から生まれた不満がありました。お互いへの不満をぶつける場面があったのは、2017年、アメリカでのイングツアー初日の舞台裏。ドキュメンタリー番組 BTS Burn The Stage EP4 の中で、テテがジンに意見をぶつけます。ステージに上がる数分前、もっと素早く動かないと、立ち位置への移動の速さについてジンに言いました。すると、ジンは、やっている。お前は文句ばかり言うと言い合いになってしまったのです。不穏な空気が流れる中、RM が叱咤し仲裁に入り、ジンは先に謝り、長男らしさを見せます。それでも、緊迫した状況に変わりはなく、ステージの後に話し合いが行われました。冷静になり、穏やかに話し合いが行われ、メンバーの助けも借りつつ、喧嘩は収束。お互いが歩み寄って仲直りをすることができたテテとジンでした。普段はわちゃわちゃとじゃれ合い、仲良しなメンバー同士でも、時にはぶつかることもあるようですね。パフォーマンスを大切にしている彼らだからこそ、完璧なステージを作り上げたい気持ちの表れかもしれません。そして、不満をぶつけても信頼関係があるから真摯に向き合うことができるのでしょうね。BTS の絆の深さとプロとしての姿勢を知ることができたエピソードです。ダンスを間違えたメンバー J-Hope。いつも太陽のように兄弟たちを見守る J-Hope も意外にもメンバーから不満を訴えられる場面があったようです。休止以来10ヶ月ぶりに再開したラン BTS の2022スペシャルエピソードでメンバーが J-Hope への可愛い不満を吐き出していました。お互いをどれだけ知っているかを当てる一心同体ゲームをするのですが、このゲームの実技部門でお題を体全体で表現することになります。
振り付けを間違えたとき、J-HOPE と目が合ったというお題が出されると、1、2、3の合図で6人が取ったリアクションはみんな同じ。鼻の下が伸びた状態で J-HOPE を見るというものでした。これはみんな経験があるよ。と、シュガや RM。再び一同が共感して、自分が間違えた時のリアクションをしてみせ、大いに盛り上がったのです。きっと、全員がダンスを間違えたら、ついダンスリーダーの J-HOPE の反応を伺ってしまうのでしょう。ダンスリーダーとして、グループのダンスレッスンを指導したり、振付制作に加わったりするという J-HOPE。いつも、ニコニコと明るい笑顔で兄弟たちとざれているイメージの J-HOPE ですが、レッスン中やステージ上で厳しい表情を見せる時があるそうですね。BTS のパフォーマンスを完璧なものに仕上げるためにピリッとした空気を出す J-HOPE の存在は必要なのかもしれませんね。メンバーのささやかな不満にもニコニコと太陽のような笑顔の J-HOPE なのでした。まとめ。メンバーへの可愛らしい不満がある反面、プロとしての本気度が垣間見える不満もありましたね。ネガティブな問題も完璧なパフォーマンスのために吐き出して解決できる、とてもいい関係の BTS です。現在、個人の活動も精力的な BTS ですが、再び全員揃っての活動をアーミーは楽しみにしていることでしょう。素敵なチームワークでのパフォーマンスを見せてくれるはずです。